AI で国政の課題を解決する言うてるやつがなんで靖国神社行くね。AI と靖国神社は成立しません。長々とこういう話をしてるのは靖国神社に行かないというだけでは足らないんですよ。これはこの間ちょっと話した昔の左翼はなぜ強かったかと明確に靖国神社を否定すべきなんです。靖国神社という存在そのものを下げずまなきゃいけないんです。靖国的な価値観ね、に打ち勝つにはね、これしかないんですよ。もっと言うとなんでチーム未来が靖国に転んでしまうのかということもよくわからない気がする。まあ、桐野さんの小説にしては実際味は薄いですよ。今日はね、チーム未来の話をしようと思ってたんですけど、チーム未来の話をしようと思ってつけた今日のタイトルで、そのものやんですよ。チーム未来ってさ、まあ、チーム未来もね、支持者を分析してた高齢者ばっかりなんですよ。まあ、それはもうしゃあないんですけどね、高齢者の方が人口多いんですから。それはチーム未来があかんというかね、日本はしゃあないですよ。だって、平均年齢50超えてんねんからね。日本で生きてる、日本国籍を有してる人を0歳から110歳までの生きてる人全員の年齢を足して人数で割った単純平均年齢は50歳超えてるんですから、高齢者の方が多いわけでね、高齢者が、その政党に高齢者の支持者が多いっていうのはなんか、雨が降ったら地面が濡れるぐらいの当たり前のことで、今の時代どの政党かって支持者高齢者ばっかりですよ。もうそれはもうしゃあないです。ただね、まあそれが高齢者だからということではなくて、AI で他人とのコラボレーションを必要とする、他人との意見調整が必要とされることを AI で解決できるという段階で、おぼこいやんもう。多分その、チーム未来の言うてる AI とかって多分画面で言うたらこういう画面を想像してはるんでしょ、多分。俺これカロリー計算の時にクロードコード、クロードデスクトップ、カロリー計算にしかほとんど使ってない。食べてるもんの。ダイエットしよう思ってるから。こういう画面を想像してるんでしょ、多分 AI って。でも仕事で使う AI ってこの画面じゃないんですよ。仕事で使う AI の画面ってこういう画面です。今ちょっと裏でシステム組んでるんやけど、こんな感じです。俺のコードを書き換えてくれてるのこれ。何をやってるか言うたらね、今ね、まあこれはもう余談ですけど、兵庫県の議会議事録検索システムめっちゃ使いにくいね。90年代のウェブで止まってんのよ。ホームページの時代で終わってんの。俺ほら普段仕事の時に国会図書館がやってる国会議事録検索システム、あれめっちゃ便利なんですよ。発言ごとに URL 出るしね。国会の議事録検索システムと兵庫県の議事録検索システム20年ぐらい技術の差がついてるんですよ。で、なんで今、どんな Python のコードを書いてたかって、兵庫県の議事録を1985年から今日まで全部ダウンロードして、それを国会議事録検索システムと同じようなシステムで検索できるようにする自分用のサイトを作ろうとしてるの、今。それを俺は自分で手でコーディングして、そのコーディングで、その手でコーディングして、手でコーディングした内容が正しいかどうかを確認してもらってるわけ、AI で。それが仕事。っていうことを AI に全部やらせることもできんねんけど、出来上がったサイトがね、AI が作りましたってサイトになんねん。で、それはダサいのよ。すごく嫌いなの。でも、チーム未来が AI でとか言うて、自民党のおっさんとかチーム未来もええこと言うとるみたいな。これ AI じゃないですからね。これは AI ではないですからね。いわゆる LLM というのはこれではないですからね。LLM というのはこれですからね。これが AI ですからね。だから、安野がね、やってることとかもね、こういう人を騙すわけですよ。どっから入んねんと違うんです。こっから入るんです。こうやって入るんです。こっから入るんです。こっから入るの。で、その AI がデマを出すとかっていうのも、そんなデマを出さざるを得ないような質問をしてるからデマ出してるんで、AI が悪いんじゃないですよ。AI の使い方間違えてるお前らが悪いんですよ。でね、まあ、ということで、まあ、そもそもその高齢者であろうと何であろうと、国会の業務で AI が使えると思ってる段階でね、なんか間違えてるんですよ。まだね、将来絶対無理や言うてるんですよ。今の段階の LLM で、
てか、もっと言うと、その今の LLM を人工知能と捉えるのもちょっと俺はどうかなと思うし、ええんですけど、好きにやらはったやつ、田舎の人らで頑張ってなんか、新しいことができたみたいなこと言うてはったらええんですけど、いわゆる AI コーディングっていうことをやり続けてきて、俺が思うのは人間の方が全然早いし、うまい。未だに。ソースコード叩くのは。普通の年収700万もらってる PG さんとか SE さんが作るものの方が全然早いし、綺麗し、うまい。ただ、昔の、10年ぐらい前から一般的になった仕事のやり方で言うと、例えばビジネスレターをワードで起案したらね、誤字脱字のところに赤い破線が入るやん、波線が入るやん。で、ああ、確かにここ誤字してるわとか、ここ脱字してるわって、その赤いとこ頼りに読んでいったらわかるっていうのがありましたね。10年、15年前がそんな機能ありますけども。あれと同じような使い方をしているという意味でのバイブコーディングっていうのは成立するかもなよ。何でも AI にやらせるとか。あと、人間が作ったコードを自動的にずっとやり続けるとかね。そういう作業は AI できる。ただ、クリエイティブが入るものに AI 使うっていうのは確かに AI で動画も作れるし、絵も作れるし、何もかもできるけれども、やっぱりね、人間の方がね、早いし、うまいし、安いし、正しいですよ。で、そういう代物でしかないその AI で何かが解決できるという思うたる段階で、その人が高齢者であろうが若者であろうが、やっぱり人生としてまともな人生歩んでないですよね。で、それは、なんかその人間の努力に価値があるとかっていう、そういうこと言ってるんではなくて、早くて安いのはやっぱり人間なんですよ。早くて安くて正しいのは人間なので、人間の方がよろしいんじゃないんですかと言ってるんですよ。でもそれは将来、機械が抜く日が来るんでしょうけどね。もう、遠からぬ将来そういう日が来るんでしょうが、今日現在において、今日現在においては、だから人間の方が早いし安いし正しいですよ。で、ということで、その AI の限界うんぬんかんぬんっていう議論ではなくてね、これ、なんでこんな話を引っ張ってるか言うたらね、もう今日のタイトルで出落ちなんですよ。AI で国政の課題を解決する言うてるやつがなんで靖国神社行くね。AI で業務効率化して人間の仕事の量を減らしましょう言うてるやつがなんで靖国神社行くねん。それ右とか左とかやなしにも言うとうことがおかしいやんけ、お前。なんか逆の例え話で言うたらお前、着物着てマクドナルドでハンバーガー売ってるみたいやんけ、なんかお前。それ。おかしいやろって話になるやん。科学です、AI です、技術です、言うてるやつが、なんで神社行くねん。それが靖国神社だけやなしに、どの神社でもそうやけど。じゃあもうなんかもうおかしいんやん。ほんでその AI が靖国神社行ってこいとか言うんやったら、その AI はおかしいよ。もし AI に聞いて靖国神社行け言うんやったら。お前、その時はそういう答えが出てきたお前は機械やろうと。その目に見えないものとかを大切にするな、機械のくせに。お前機械のくせになんでお前そんなもん目に見えないお前証拠とか異例とか言うてようわからんこと言うてんねんお前は。それならその非効率な人間の分野や。お前は効率だけを考えろ。だからもうタイトルで出落ちなのその AI と靖国ってなんやねんって話ですよ。そもそもお前らちゃんと機械でお前こっちが期待してんのはチャップリンのモダンタイムスみたいなことを期待してるわけですよこっちはね。人間から人間的なその、ウェットなところを全部抜いてしまってね、もうお前みたいなやつが出てくると、チャップリンのモダンタイムスみたいになってしまうって思ってるにもかかわらず、お前がなんでこっちに寄せてくんねんって話でしょ。で、その AI が出してきたその乾ききったソリューションと人間の心とかのそのウェットな部分と人間がどっちをどう寄せようかという議論するんやったらわかるけど、お前、いや、知らんで。もし、チーム未来がつこと AI が俺らどうしたら8月15日って聞いた靖国神社行きなはれって言うんやったら、それはおかしいことですよ。設定を守れ、設定を。さあもう、だから、冒頭のその元彦の C 社と一緒ですよ。設定守れって。ハバタンペイは元彦の政策や言うんやったら、財政破綻してもあれは元彦の政策やったって言い続けろよ。財政破綻したら急にあれは国の政策やったって言い出すよ。それはおかしいでしょ。
AI で効率化や非効率なところに AI で効率化をもたらすんやったら、靖国神社に行くなって。いやもうそう、設定というか立て付けの問題ですよね。ちょっと真面目にせえって、なんか守れよ。てか、8月15日に靖国神社に行くことを美しいと思うなと言ってるんではないの。まあ別に俺は美しくないと思うけども、8月15日に靖国神社に行くのを美しいと思うのはそれは個人の自由ですよ。しかしそれを至上命題に置くようなやつが AI で業務効率化とか言うなって。ややこしいから。戦隊もののヒーローショーを見に行って、ピンクレンジャーと握手して、休憩室見に行ってポコって抜いたらおっさんやったぐらいびっくりするよ、それ。もうなんか全部の夢打ち砕かれるから。そうやで、お前。ちいかわの着ぐるみショー行っては、と思って。俺が行って、休憩室パッと抜いたら、ちいかわの着ぐるみから俺出てきたらどう思うお前。大手の地位の方だけやんけ。皮どこ行ってんって文句言うでしょ。子供みたい引き継ぎを起こすわ。そもそもですよ。ねまあそういう言葉を使うのもなんなんですけども、英霊なんでしょ？なんかさ、AI ですとか言うときながらさ、英霊とかさ、急にさ。そもそもね、AI なんてものにたどり着けると、国家なんてものは不必要だっていう答えが出てきそうだというところでみんなビビってる時代にですよ。いわゆるネーションステートというものは不合理、まあ実際不合理なんだけど、合理性だけで考えていくとね、日本とかアメリカ合衆国とか、フランス共和国とかっていうネーションステートそのものは非合理でしかないんですよ。で、これは資本主義の行き着く先ってのはそういうとこなんですけど、資本主義をちゃんとやっていくとネーションステートっていうのはなくなるわけです。ほんまは。マルクスの言う通りですよ。で、例えば AI なんてものがなかった時代のことを考えてた19世紀の終わりから20世紀の初めにかけてね、それこそ前もちょっとこの時間で話しましたけど、あの当時の日本人だけではなくて世界中の人々はこんなに工業化、こんなに科学化って化学化の方ではなくて、科挙の科の方の科学化ね、科学化が進むと、人間の領域が19世紀の終わりでですよ、歯車でぐるぐる回ってた時代の19世紀の終わりの段階でも、こんなに工業化が進むと、こんなに科学化が進むと、人間の役割というのは社会からなくなってしまうんではないかと思ってたんですよ。で、その流れで生まれたのが、ヒットラーやって、チャップリンのモダンタイムスなわけです。モダンタイムスってカタカナで言うてるけども、近代って意味ですからね、モダンタイムスって。モダンタイムスの歯車でチャップリンがこうウィーンってなるのは、という時代がやってきて何もかも機械が得られるようになってしまうと人間ってこうなってしまいますよねというパロディなわけですよ。で、マルクスはそれよりもちょっと前に資本主義が進んでいくとそうなるでしょうよと。だから物質化とか阻害という概念が出てくるわけですけど、マルクスの。だから今 AI でね、みんなやってる議論があるでしょ？人間の役割がどんどんなくなっていくんではないかとかね、社会を AI が全部仕切るんではないかっていうことを、ちょうど今から120年ぐらい前に人類はやってたんですよ。で、その影響ってのは随所に見られてて、おそらくみんなが知ってるその思想の影響というのは、一番有名なパターン、右と左で合わせると、北一揆の国家改造論がそうですね。右翼だって自称してるやつで、北一揆の国家改造計画を読んだやついないと思うんだけど、ちゃんとね、北一揆の国家改造論めちゃめちゃ面白いです。あともう一つはね、水平社宣言です。水平社宣言っていうのは、もちろん映画の公開、チャップリンのモダンタイムスのよりも前ですよ。で、映画の公開から言うとだいぶ前ですけども、思想のムーブメントとしては、こんなに世の中が工業化、科学化が進んでいってると、いろんなことを機械が全部仕切ってしまうであろうと。北一揆の国家改造論は、機械が政治がやろうであろう利益分配を機械がやるであろうっていう前提なのね。近い将来、機械が政治の最大の仕事である利益分配ということを機械がやるに違いないし、機械にやらした方が安上がりだってことを人類が気づくと。そうなった後の社会国家というのはどうあるべきかということを北一揆は書いてるわけ。めちゃめちゃ面白いのよ、これ。
実を言うと。だから今まさに AI でみんながやってるような議論をやってるわけですよ。120年前にね。まあ正式名称は国家改造論ではないですけどね。日本改造法案大綱です。で、右の事例が北一揆であったら、左の事例は水平社宣言です。水平社宣言はなぜかというと、こんなに機械化、工業化、科学化が社会で進んでるのに、部落差別って意味なくねっていう叫びですよ、あれは。その思想はこの一言に出尽くしてます。日本語の書き言葉が原文一致体になって以降、日本人が作り得た日本語の文章の中で最も美しい文章は僕は水平社宣言だと思うんだけど、兄弟よ我々の祖先は自由平等の活業者であり実行者であったのここら辺。そして我々はこの地を受けて人間が神に変わろうとする時代に遭うたのだ。犠牲者がその烙印を投げ返す時が来たのだ。殉教者がその景観を祝福される時が来たのだ。そして我々はこの地を受けて人間が神に変わろうとする時代に遭うたのだというのは、神に変わろうとする時代という時にこの文章を書いた水平社に集った人々の背景には、チャップリンのモダンタイムス的な考え方があったわけです。だから人間が神に変わろうとする時代と言うてるわけ。で、その今まで蔑まされてた人が神になるんだから警官を被るわけ。だから水平社は警官機なわけ。だからあそこでわざわざ人間が神に変わろうとする時代という言葉が出てくるのは、19世紀の終わりから20世紀の初めの極端な工業化、科学化、機械化を見た、もうこんなもん人間関係なくなってもうてんけもっていう驚きからできてきた言葉なんです。で、極めてそのモダンな思想なんですね。だからロシア革命と、イタリアのファシズムと、ドイツのナチズムと、チャップリンのモダンタイムスと、水平社宣言と、北一揆の日本改造法案大綱は、同じコインの違う側面で出た表現なわけ。工業化、機械化、科学化、人間の役割がなくなっていくって、これは集産主義っていう考え方だと言えばいいんですけど、その集産主義的な考え方、集産主義ってのは集めるね、集産主義的な考え方から出てきた、この新しい株構造にどう対応しようかという、それぞれの反応なんです。で、100年前に僕たちが AI でやっていたような議論というのは、やり済みなわけ。で、ロシア革命、トロッキーとスターリンっていうか、トロツキーのやろうとしたこととか、だから、ロシア革命が世界同時革命って言おうとした理由っていうのはそういうことですよ。要は、国境なんて意味ないじゃん。機械が全部決めるんだもん。それこそ、ジョン・レノン的なね、お気持ちで、国境がないのは素敵とかって言ってるんではなくて、いや、合理的に経済を進めていこうと思うと、国境って邪魔よねっていうノリね。だから、もっと言うと、チャップリンのモダンタイムスの歯車の中に人間がウェーって入ってウェーってなってるっていう、あれが社会になるんであれば国境って意味ないじゃない。国家って何って話になるじゃん。お金儲けの邪魔でしかなくなるわけですよ。で、これ亡くなった山田さんの番組みたいになってくるけれども、で、さっき言ったみたいに、時代は相前後しますけどね、20年ずつぐらい離れたりしますけども、19世紀の終わりから20世紀の前半に生まれた何もかもが機械化されていって何もかもが合理化されていくっていう株構造の変化を見て驚いた人類のリアクションが、同じ集産主義のリアクションが水平社宣言であり、北一揆であり、ロシア革命であり、イタリアのファシズム革命であり、ファシスト政権であり、ドイツのナチス政権なわけですよ。いろんなリアクションをしたわけ、人類は。で、50年かけて1945年に一旦バタつきが落ち着いたわけです。僕たちが見ている戦後の光景というのは、広い俯瞰で見ると、合理化、機械化、産業化の集産主義に対して50年人類がどうリアクションしていいかわからんということをやり続けて、沖縄と広島と長崎とアウシュビッツがあって、
生まれた体制が僕たちが見ている戦後の風景なわけ。で、そこから戦後が80年あって、今 AI って出てきて、もっぺん100年前と同じ議論をしてるわけですよ、今。100年前、120年前に俺らがやった議論を、僕らはそれを見てるわけ。今ね。という俯瞰の議論をしてるときに、チーム未来が AI だ、靖国だ、言うてんの、おかしいでしょ。で、ちなみになんですが、亡くなった山田さんの番組になりますが、この、機械化、合理化、産業化、集産主義化というものに対するリアクションとして生まれた、チャップリン、水平社、北一揆、ムッソリーニ、レーニン、ヒトラー、スターリンというダイレクトなリアクションではなくて、このコインを認めないぞっていう人が生まれるんです。同時にね、19世紀の終わりから20世紀の初めは、オカルトの大ブーム時代だったんです。人間には美しい魂があるぞっていう。で、これはね、イギリスでもアメリカでもフランスでもドイツでも日本でも大流行するんです。で、日本ではね、手かざし療法とかね、めっちゃ流行るんですよ。近現代日本の民間精神療法っていう、これ名著中の名著なんですが、それの本の表紙を見ていただきましょう。もうね、日本でもこんなん流行りまくるんです。その分野の研究で日本で一番吉永真一さんですが、吉永真一さんの本の表紙を見てもらいましょう。こんなん流行りまくるの、大正の中頃から昭和の初めにかけて。こんなんめっちゃ流行んねん。で、塚田先生が参画されたこの本の表紙もいいですよ。こんなんめっちゃ流行るんですよ。で、これは日本だけではなくて世界中に同時期にこういうの流行るんです。で、それはそのリアクションとしてチャップリンとか、まあ、向きは全然違うけれども、向きは全然違うけど、チャップリンとか、ヒトラーとか、ムッソリーニとか、スターリンとか、レーニンとか、水平社が出てきた、直接なリアクション、あれが直接なリアクションやと思うと、それの反作用としてこういうのがいっぱい入るの、世界中に。で、一番有名な事例はイギリスですけども、コナン・ドイルでしょうね。コナン・ドイルが書くシャーロック・ホームズというのは、例えば指紋であるとか、結婚反応であるとか、当時最先端の科学的な捜査方法というのをホームズが現場に持ち込むわけですよ。シャーロック・ホームズの物語そうですわな。ワトソンとアパートで二人でベーカー街の事務所で二人でだべってたらお客さんが来て、コートの裾についてる土の色でロンドンのどっからやってきたかっていうのをやるってそれはなぜわかるか言うたら、勘で当たったんではなくて土の色、ロンドンの各地域の土の色が頭に入ってるから科学的に分類するとロンドンのこっちからやってきた方がいいとかね。あるいは血痕がここにあるというのを薬液をかけると血痕が出てくるとかっていうのを最初に19世紀の終わりにロンドンでやってましたという体の科学的探偵小説の走りがシャーロック・ホームズやったんですよ。で、科学的な捜査方法というのを犯罪の現場に初めて持ってきたシャーロック・ホームズっていう設定のスーパースターを書き上げたコナン・ドイルは同時にオカルトにその後ハマりましてね。イギリス一の心霊写真コレクターになるんですよ。で、それは悲しい出来事も彼の人生にいろいろあったというのもあるんですけど、これこっくりさん的なやつです。で、一番俺コナンドイルのハマった心霊で好きなのはね、彼がハマったのはこれにハマるんですよね。妖精を写真で撮ったっていう。あとね、本人がね、被写体になってんのもありそう。コナンドイル本人が。自分のこのエクトプラズマを撮ってるみたいなね。みんなこの写真とか見たことあると思いますけど、で、この時にね、世界中に、さっきから言うてるように、ヒットラー、チャップリン、ムッソリーニ、北一揆、水平社、一つのコインの、出てきたコインに対するどういうリアクションかのリアクションの違いやねんけど、このコインの存在そのものを認めないぞっていう動きも同時にできるわけ。要は、その集産主義という爆弾が落ちた時にこれにどう対応しようかっていうリアクションの違いと、それそのものを認めないぞっていうことで、こっちにコナンドイルとかがいるわけ。これも株構造に対するリアクションですから、世界中で何らかのリアクションがあったはずです。で、靖国神社というのは、こっち側の話です。
で、現に、コナンドイルの話をしましたけども、コナンドイルは、降霊術っていうのにハマる。要は、イタコになるんですよ。死んだ人の霊を読んでね、口からなんか喋るみたいなことをコナンドイルは晩年ハマるんです。言うたら、大川隆法みたいなことをするんですよ。で、靖国神社といえば、この本です。靖国神社が大切やとかね、英霊の入れが大切だっておっしゃる方は絶対読んでらっしゃる。靖国神社に8月15日に行くのは当然だっていう人で、この本を読んでない人はまさかいないと思うんですけども、この本ですな。三島の英霊の声です。で、これ、8月15日に靖国神社行かなあかんとか言うてる人で読んでない人はいないと思いますよ。8月15日に靖国神社に行くのは当然だという人で、この本を読んでない人がいるんであれば、ごめんなさい。今すぐ言うべきです。これ、英霊の声って読んだらわかると思うけど、これ、壮大なこっくりさんの物語です。あんまり壮大でもないけど。で、霊媒体質の人を神社に押し込んで、226の青年将校を呼び出すんです。あんまり壮大でもないんですけど、で、そこで青年将校たちに恨み節を言わせるわけですよ。戦後に出た天皇の人間宣言に対する。その一言がかの有名な、などてすべろぎは人になりたまいしです。などてすべろぎは人となりたまいしっていうわけです。霊媒体質の人を神社の神殿の中に入れて、サニワがいて、サニワが、つったら、こんなん出ましたけど、やるわけです。白蛇様と一緒です。こんなん出ましたけど、やるわけ。で、青年将校を下ろしてくれ言うわけですよ。神様だと思って、天皇陛下が神様だと思って死んでいったのにもかかわらず、受けたまわりますれば、戦後、スメロギは人になったそうですが、なんでそんなことをしたんですってことを言うというのが英霊の声です。で、それが終わった後、霊媒体質の人はこんなん出ましたけどって言わはったかどうかは別として、という物語がこれです。英霊の声です。天皇の人間宣言に対する恨み節なんですね。で、そこにあったのは三島の、美学というよりも、三島というのも常に僕は言うてますけど、僕は三島由紀夫はあんまり好きではないです。むしろ平岡君武が好きです。日の丸だ、君が代だ、8月15日に靖国神社だって言ってる人間が、なぜ三島由紀夫が嫌いだけど平岡君武が好きと言うてるかなんてことがわからない人はいないと思うし、もしわからん奴がいたら今すぐ言うべきやと思いますけどね。そんな奴おらんと思うけど、僕は三島は嫌いだけども平岡君武は大好きです。それは平岡君武が大好きな理由は、おさむちゃんが好きな理由と一緒です。なんて可愛い奴なんだろうという。三島は可愛くないけれども、平岡君武はめちゃめちゃ可愛いです。で、この英霊の声というのは、勃起しなくなった君武少年の最後の叫びです。文学的に言うとね、肉体的に健強になって貢献になったはずなのにもかかわらず、自分の性的不能ということを気づいてしまった平岡君武君の最後の叫びです。文学的に言うとそういうことです。だから愛おしいんです。で、文化防衛論は何書いてるか全く意味はわからへんけども、幽谷と、我が友ヒトラーと、英霊の声の3つは、そうか、君武君も、勃起もしなくなったんだと思って読むと、とてつもなくいいです。で、みんなバカにしますけど、猪瀬さんのペルソナっていう三島の伝記小説がありますけども、あれは名作です。あれは猪瀬直樹しか書けなかったろうなと思うし、猪瀬直樹の天才に嫉妬さえするぐらい素晴らしい作品なので、ぜひペルソナを読んでいただきたいんですが、ペルソナを読めば俺が言うてることはよくわかります。あと、これ余談なんですけどね、平岡君武がいかに愛おしいやつか、そしておさむちゃんがいかに愛おしいやつかって何回かおさむちゃんと会ってるんですよ。君武君は。その時のやりとりが可愛いんですよ。初めて会った時に君武君は、僕は太宰さんの文学が嫌いですって言ってるんです。で、それはね、おさむちゃんの何かを祝うためのパーティーなんですよ。で、その時にね、まだね、君武君売れてなかったんですよ。仮面の告白が有名になってましたけど。で、おさむちゃん男前でしょ？背高いし。で、君武君は逆じゃないですか。背低いし、ガリガリやし、全然モテへんし。
おさむちゃんはもう歩いてるだけで女の人が卒倒するぐらい色っぽくて、男前でシュッとしててやから、まあそれもあったんでしょうね。まあその気持ちは、君立君の気持ちはようわかるんだけども、僕は太宰さんの文学が嫌いですって言ってるんですよ。おさむちゃんはそんなことで、まあおさむちゃんあんな感じですから、なんてこと言うんだろうっていう顔をするんで、その後、でもやっぱり来たということは興味があるっていうことだよねって返したらしい。興味があるっていうことは好きということとあんまり変わらないと思うよって言ったらしい。この二人ともこの歪んだ感じがたまらなくいいよね。うわ、歪んでるなぁ、みたいな。もうキュンキュンくる。まあまあそんな話はどうでもいいですけど。で、サニワがいて、霊媒師がいて、226の将校が降りてきて、などてスメロギは人になりたまいしって言っている。その世界観が靖国神社です。それが証拠ということです。で、さっきなんでね、長々とコナンドイルの事例であるとか、塚田先生の本の表紙を見せたりとかしたかというと、その集産主義というパラダイムシフトに対するアンチテーゼとして生まれたオカルティズムが片っぽにあるわけ。で、これで、その文化とか伝統とか関係なく、コナンドイルがそうであるように、世界中で高齢ブームが始まるんですよ。なんですね。だとするとね、これはちょっと長々と言って最後のオチはすごくしょうもないんだけど、こっちとこっちの対比で言うとね、チーム未来ってどっち側やねん。こっち側なんちゃうの？なんでこっち側のことやんの？で、さらに言うとね、証拠という概念は日本の伝統文化にないんです。で、これね、中国っていうのもおかしくて、まあ確かに証拠って考え方は蜀の時代やってごめんなさい。その時代にね、屈原の時代に遡る中国の伝統であることは間違いないんで、だからキョンシーは飛ぶわけですけどね。ですがね、日本神話を考えたらええんです。神様いうのは日本書紀古事記の世界の話なんですけど、古事記で死んだ人は単なる汚れです。イザナギイザナミ神話を考えたらわかるように、黄泉の国に行ってしまってよその国の人であって、死んだ人は単なる汚れです。日本の神道の考え方は。行ったら戻ってきたらあかんのです。だから、その靖国神社っていうのは、そういう日本の伝統とか文化とか、日本の本当のという言葉は使っちゃいかんね。古事記とか日本書紀の世界とかけ離れた存在なの。振り向いたらあかん、逃げなあかん、出てきたら、我が嫁はん追いかけて黄泉の国行ってきたんやけど、帰ってきた段階でもう体中洗わなあかんというのが黄泉の国です。繰り返します。AI と靖国神社は成立しません。で、これはね、実を言うと、その第二次世界大戦の時にね、日露戦争の時とか日清戦争の時にあんまり靖国言うてなかったんですよ。シベリア出兵でもあんまり靖国言うてないんです。満州事変でもあんまり靖国言うてないんですよ。靖国言い出したのはね、15年戦争始まって、ちょっとしてからの上海事変以降です。要は国家総動員体制と密接不可分なんです。要は国家総動員体制のためには国家として責任を取るという時に靖国が代入されただけです。その満州事変そのものを一個だけ取り出してみるとね、大日本帝国による中国侵略がエミネントになった最初の軍事行動ですが、その後15年間続く一貫する中国に対する侵略行為の一番最初のエミネントなね、まあ侵略行為そのものはその前から進んでましたけれども、中国に対するエミネントな軍事的な侵略行為としての一番最初の分かりやすい事例が、劉徐光事件から始まる満州事変ですが、満州事変そのもの単体で見ると、あれは軍事的な冒険ではあるよね。要は、石原幹事がこんなんできんねんけどってやってみただけの話やんか。満州事変っていうのは出先の人間がわーって跳ねたって話ですよ。満州事変単体だけを見るとね、国家とかあんま関係ないわけですよ。満州事変そのものには。でも、上海事変以降、上海事変は海軍が満州事変を見て同じようなことしたいと思ったのが、第一次上海事変のきっかけですけども、上海事変以降、国家が総がかりでやらないと戦争に勝てないということを日本は学ぶわけです。そっからです。
靖国靖国って言い出したのは。根こそぎ動員って言うんですけど、もう国家総力体制を構築しないと戦争に勝てないぞという政治的な冒険主義、政治的な変革、行政上の変革というのがあって初めて生まれたのが靖国至上主義みたいなところがある。だからその日本人の心情から出た死者を弔う心とか関係ないんですよ。それは1945年8月15日以降の話をしてるんじゃないですよ。例えばみんなね、いろんなことを言うてますよ。英霊はね、靖国で会おうと言うたとかね。で、それは言うてたんでしょう。靖国で会おうって。でもそれ言い出したのは上海事変から後です。で、その国のプロパガンダ装置といえば、国のプロパガンダ装置であることは間違いないんですけど、国のプロパガンダ装置も、国のプロパガンダ装置になったのは、戦争の途中からです。1945年8月15日に終わる満州事変から打ち続く一連の戦争の途中から靖国靖国って言い出してるんです。A証拠が同期の桜って歌です。多分みんな歌えると思う。貴様と俺とは同期の桜ってあるんだね。あれ、作詞したのは西条八十なんですけど、西条八十があの詩を発表したのは1938年です。で、レコードになって大ブームを起こすのは1939年になってから。昭和14年とか昭和15年に急に流行るんです。15年戦争やってた最後の方ですね。折り返し超えてからあの歌流行るんです。で、あそこでなんで、貴様と俺とは同期の桜ってわざわざ桜って言葉出てくるかっていうと、靖国神社といえば桜だからですよ。そんなもん、515の時も226の時も歌ってないですよ。南京大虐殺の前後からの歌を歌い出してるんですよ。昭和14年。でも第一次上海事変、昭和7年ですよ。第一次上海事変が終わってから7年経ってから同期の桜が生まれてるんです。要はどういうことかというと、さっきの話よう似てるんですけど、中国大陸を侵略し始めたんやけど、毛沢東と蒋介石が想定以上に頭が良くて賢くて、日本軍を剣もほろろにやっつけ続けてて、どうやっても語れへんようになってから靖国靖国って言い出してるんです。で、同期の桜歌い出した3年後に真珠湾攻撃してるんですよ。負けが込んでどうしようもなくなってくるから爆撃撃ったんです。中国に負けると。で、中国に勝とうと思うと根こそぎ動員せんといかんってなってからのあれですから。でね、これ長々とこういう話をしてるのは靖国神社に行かないというだけでは足らないんですよ。これはこの間ちょっと話した昔の左翼はなぜ強かったかと明確に靖国神社を否定すべきなんです。あんなものはプロパガンダ装置でしかなくて、しかも今一個の宗教法人なんだから国家に関わる人間が近づいてはいけないと。というか思想的な存立可能性という意味ですけども、靖国神社の欺瞞、靖国神社のダメさ、靖国神社の愚かさということを指摘した上で、あの戦争を肯定することは可能ですからね。論理的には。要はあの戦争のことを大東亜戦争と呼んで、そんなことは嘘っぱちだけれども、死んだ兵隊さんは日本を守るために死んでいったって、日本を守るために死んでいってない。他国を侵略するために死んでいったんですよ。日本を守るためになんか死んでません。誰一人。他国を侵略するために死んでいったんです。他国を侵略するために死んでいったけども、あの戦争は間違いではなかったと。で、実際は他国を侵略するために死んでいったけども、それを詭弁かまして、日本を守るために戦って死んでいったんだって、兵隊さんのことを言いながら靖国神社を否定することは可能です。それはこの一点です。俺はこれだったら手を握れるけどね。次の戦争で勝とうと思うと靖国神社を否定するしかない。という言い方です。靖国神社というのは、崇高な大東亜戦争の敗因の一つであると。本当は15年戦争を、我が国は、大日本帝国は 100% ドライな合理主義と科学主義で遂行すべきだったのにもかかわらず、靖国神社のようなウェットな要素を抱え込んでしまったために死を美化し、
死を悼まないということは戦争にとっては一番良くないことなのにもかかわらずそういうことをやったと。そういう精神論から卒業するために靖国神社を否定すべきだ。次の戦争で中国と韓国に勝つためにっていうやつが出てきたら、おお前話できるなって俺は言う。で逆に言うと、この思想を言うと、靖国神社を肯定して次の戦争を勝てるはずがない。そいつの主張には俺は同意しないけども、論理としてそれが成立することは認める。そいつとは心の底から同意することはないし、15年戦争を肯定している段階でお前は現実を見ていないということを言わざるを得ないけれども、しかしながら次の戦争を勝つためには靖国神社を否定するべきだという考え方は大いにあり得る。なので、あらゆる側面から考えても靖国神社は否定されるべきなんですよ。積極的に。でも、共産党も含めてね、対外的なアピールとしての言葉の喋り用の世界ですけれども、8月15日に靖国神社に行きたがる心情そのものは分かるという理解を示してるでしょ。個人として参拝したい気持ちは分かるというところにいるでしょ。嫌われないために靖国神社、個人の信仰の自由があるから靖国神社に行きたがる気持ちは分かるっていうところは、今で防衛線がね、後退しちゃってんですよ。ダメよ。積極的に否定しなきゃダメなんですよ。積極的に行くことを下げずに、靖国神社という存在そのものを下げずまなきゃいけないんです。特に立憲民主党、今俺共産党分かりやすいからだけど、特に立憲民主党と中道改革連合、お前らじゃ。それと、創価学会の存立理由ってのはそこにあるはずです。だからそこのスピリチュアルな、これは本の宣伝をしたいわけではないんですが、そのスピリチュアルなところに絡め取られちゃいかんのですよ。ここら辺の話を、今度出るこの本に書きました。これ宣伝したいから結構そういう話をしないし、今話の流れでそうなったんですけど、その名も、スピリチュアリズムとナショナリズム。本、もう今年4冊目です。で、これ藤倉委員長企画の本で、藤倉さんと塚田穂高先生と僕と、黒猫さんと山崎隆吉さんです。で、参考文献扱いにはできないんで、参考文献として扱っていないにもかかわらず、ドバッと大量に引用した本が一冊あるんで、紹介していいですか。桐野さんのオパールの炎。これ小説です。これ学術書じゃないです。ぜひ読んでください。僕はその共産党も立憲民主党も胸を張るべきだと思ってるのは、桐野さんの仕事はとても貴重で、濁女っていうのもありましたが、この濁女とオパールの炎は多分連作だと思って読むべきなんでしょうね。ぜひ読んでください、これ。なんでね、この今日の YouTube のこの話の流れで、この桐野さんの本を読んでくれって頼んでるかっていうと、俺の本でこの本だいぶ引用してるんです、実を言うと。小説から。だいぶってのは一箇所だけですけど、結構長文で引用してるんですよ。それはオチで引用してるんですけど、結局今言うたような、靖国的な価値観ね、に打ち勝つにはね、これしかないんですよ。だから自信持てばいいと思いますよ。で、逆に言うと、なぜその LGBT の人権であるとか、選択的夫婦別姓であるとかということが強烈な反発を招くのか。共産党や立憲民主党がそういうことを言うと、有権者から強烈な反応が返ってくるという、別に俺は強烈な反応が返ってくると思ってないんだけど、強烈な反応が返ってくるとされているのかっていうのがよくわかります。別に選択的夫婦別姓とか LGBTQ の人権って言ったところで、ほんまに票に影響するとは俺は全く思えないんだけど、てか選挙ってそういうもんじゃないと思ってるからなんだけど、もっと言うとなんでチーム未来が靖国に転んでしまうのかということもよくわからない気がする。桐野さんの小説にしては実際味は薄いですよ。桐野さんもっと小説は面白いですけど、LGBTQ の人権って言おうが、なんて言うんだろう。選択的夫婦別姓って言おうが、そんな票になんか全然関係ないと思うんですよね。ただ、票に影響するぞという声が大きいのは事実です。なぜそういう声が大きいのかということの方が問いのはずです。てか、もっと言うと、声の大きいやつはなぜそういうことを言うのかですね。
で、桐野さんの小説にしてはだいぶ味が薄いので、一瞬で読めます。で、どれぐらいの一瞬か言うたら、行きと帰りの飛行機のベルトサインが消えてる間で読めます。東京と大阪の。羽田と伊丹の間の往復で読めます。実際今僕そうです。ちょうど昨日来る時に半分読みました。しかもベルトサインが消えてからですからね。で、いいことは全然書いてないですよ。ある種絶望しかない。ただね、味は薄いけどね、桐野さんうまいなぁと思うよね。そのうまいなというのはね、ようこれでね、そもそもこれを一つの商品パッケージとして成立しうると途中で決断したのがすごい。普通やったら諦めるもん。でも俺の読後の、一番最初の読後の感想文は、うわぁ、すげえなぁ、ようこれをやらせたなぁ、いうのは。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。